それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下のお相手との恋の行方。お相手は動いてきてくれますか？そしてお相手が今伝えたいことについてメッセージをもらっていきます。よろしくお願いします。まずはシャドウキャット、そしてタロットカードを使ってお二人の現状、本心、そしてお相手が動いてくるのかどうか、今課題になっていることはあるのか、それぞれ出してみていこうと思います。はい、それではカードを展開して見ていきました。まず一番最初に出している、シャドウキャット、こちら2枚が、こちらがあなた、こちらがお相手で、現状、状況、今のお気持ちと補足として出しています。そして最後に出しているこの2枚はそれぞれこちらのタロットの補足として出しています。これで見ていきましょう。まずこちらが今のあなたのお気持ち、お相手のお気持ち、本心、そして2人の関係性、これが今課題となるもの、そしてお相手は動いてくるのか、そしてアドバイスカードです。今のあなたはその復縁っていうカードが出てるんですね。まさにこの名前の通り、お相手とまた再びご縁が巡ってきますようにというふうにね、考えていらっしゃる方が多いのかなと思います。加えて運命の輪も入っているので、タイミングを見計らっている、お相手に近づくチャンスを見ているというふうに感じます。復縁だけではなくて、一度離れてしまった、お付き合いはしていないんだけれども離れてしまってまた仲良くなりたいなとか、そのタイミングを見ていたり、あと一時的に今距離ができてしまってとか、また仲良くなれるチャンスを伺っているとか、もっと仲良くなりたいな、またあの頃のようにお話ししたいなっていうのがね、今入ってきてるんかなと思います。そしてお相手のところは満足感っていうカードと、ソードのナイトのカードが入っているので、お相手目標があるのかな、目標に向かって進んでいるって、そして加えて満足感のカード、今の自分の状況に満足、お腹いっぱいになりすぎない程度で、これぐらいでちょうどいいかなって、今の自分にとっては今の状況いいかな、今の状態でいいかな、今の自分の状況に満足している、コンディション整っているとかっていうことかなと思いますね。そして2人の関係性を見ていくとハーミットが出ているので、答えを先延ばしにしているとか、どちらか一方がね先延ばしにしているとか、ちょっと一人になって考えたいんだよねとか、答え探しをしている途中、自分探しの途中だっていうのが入ってきています。なので大きな動きのあるような今の2人の関係性ではないのかなというのは出てるんですね。どちらかというと止まって考えたいとか、今の現状を見直したい。だけれどもお相手の方には動きのあるソードのナイトのカードが入っているので、お相手が自ら行動を起こしてくる可能性は高いです。どちらかというとあなたは待っていたりとか伺っているような状態なので、あなたの方から今はまだ動かないけど時期が来たら動こうかなとか、そのために今環境を整えようかなっていうところにいるのかなと思います。お相手が何を考えているのかっていう本心のところを見ていくと、ここのカードですね、お相手の本心はペンタクル4番、そして別々の道というねカードが出てきているんですね。それは別々、じゃあ私たち離れ離れになっちゃうのって言ったらそうではないと思うんですよね。一方こちらは何か自分の中で執着しているものがある、自分はこれだっていうね強いものを持っているっていうねお相手がいらっしゃるんですよ。でその深掘りで別々、これ自立するっていうねメッセージも込められているんですね。ここの
動けなくなっていたものからそろそろ離れるタイミングがやってきてるんじゃないかって自分の中の本心ですね、お相手の本心で思ってるんですよ。これはあなたから離れるのではなくて、自分の執着していたものから離れていく。もうあとは自分一人でやっていけるよとか、誰かに頼らなくても大丈夫だよとか、今までここに執着していたんだけど、この気持ちからとか、あと出来事、環境から自分で独り立ちして、あともう自分の力でやっていけるよっていうお相手の本心に対しての今のお相手のお気持ち、現状ってところでソードのナイトなので、今まで何かにとらわれていて、しがみついていて、離れられなかったものから離れることができたから、今の自分は進んでいける、自分の思うように自分の目指すべき場所に向かっていけるんだよっていうお相手の現状本心っていうところが見えています。動きたくても動けないものがあったとか、何かにとらわれていたとか、一方ではね、頑固っていうふうに思われるようなことがお相手の中にあったんじゃないかな。そしてあなたと一緒に歩んできた歴史があるとか、恋人ではなかったとしてもね、お友達としての関係性が長かったとか、関係値があると思うんですよね。その関係にこだわっていて動けなかったとか、そうですね、何か抱えていたものがあったんだけど手放すことができたんじゃないかなって思ったんです。もう自分の中では手放さなきゃいけないなって思っていたものだと思いますね。譲れない思いっていうのもあったかもしれないけど、ここから独立とかね、そういうのも入ってくるんですね。なんかこう生活の中で動けなかったものから抜け出すことができたとかだと思います。あなたに対する本心としても、あなたに対する見方ってこうっていうふうに決まっていたものから、もう少し視野が広くなったとかっていうことも入ってくると思います。今のお相手の現状とても良いので、ここの本心ね、何か自分にとっては必要じゃないものを手放したのではないかなと思います。方向性を変えたとか、そのことによって動くことができる。で、そしてお相手は動くのかどうかっていうね、まず一つ目のポイントとしては、ここのカードカップのエースなので、動きはあるんじゃないかなと思いますね。このソードのナイトと組み合わせても、今度は自分の気持ちの通りに動いていこうって思えるようになったとか、そうですね、あなたから受け取った愛情とかお気持ち、これを受け取ったから、そこで感じるもの、芽生えるものがあって、自分から動いてみようって思えるとか、そうだと思いますね。そして今そのポイントとして2人の関係値の間で、やはりどうしても年齢差っていうのが出てきているのかなとも思います。どちらかが年齢を気にしていたりとか、あと年齢じゃなくて時間かなとも思います。過去に過ごした時間とか、あの時ああだったからっていうことをお互い感じているものがあるんじゃないかなと思います。過去にこだわりすぎていると言ってしまえばいいのかもしれないな。もしくは年齢にとらわれている。で、そしてそこからお相手が抜け出すとか、年齢だけではないと思うんですよ。2人の関係値とか、今気づかれているものですね。例えば会社が一緒で、そこで会社付き合いをしていたんだけど、もうそこから抜け出す時がやってきたっていうふうにお相手が思っている。もう恋愛対象としてあなたを見るようになったとか、あとはまさしく復縁っていうカードも入ってるので、もう絶対ね、もう復縁はないんじゃないかって思っていたんだけど、でもね、あなたから注がれる愛情っていうところから、また新しい気持ちが芽生えて、復縁に向かってやってみようかなっていう気持ちになったとか、あとあなたの方でも過去にとらわれなくなった自分の気持ちの整理をつけたい、自分の気持ちをリセットすることによってまたチャンスをつかみ取っていきたいんだっていう、そんな本心っていうのも見えています。本心は、あなたの方は気持ちを切り替えて新しい未来を歩んでいく。新しい未来っていうのは、この復縁、お相手とまた近づきたい、また再び仲良くなりたいとか、もっと仲を育んでいきたいっていうことですね。そしてそのためのタイミングを見ている。あとはこちらが今のお二人の課題として入っているところです。ペンタクル9と運命の恋が入っています。もうこれは2人が今まで
紡いできたご縁っていうのを大切にしながら、ここですよね、運命の恋なんだと、2人はこうやって引き寄せられていくんだっていうことは、もうここはね決まっているんだと。一緒にいることを決断する、それができるかどうかっていうのがポイントとして入ってくるんじゃないかな。達成する、ピカピカに磨き上げていく、より良い関係性を作り上げていくことをお互い意識する、決める、覚悟する、これが今の障害として入っています。これが今決めきれない現状とか関係性っていうのがあると思うんですけど、これからお相手が動いてくる可能性がものすごく高いので、これを見てるとね高いので、あとはそのお相手の動きを見て、あなたが感じるものとか受け取るもの、チャンスっていうのがやってくるんじゃないかと思います。待ってるだけじゃなくて、努力したからこそ掴み取っていけるものとか、また引き寄せていくものがあるんだよねっていうことなんだと思うんですよね。あと何かを決めなければいけない、プラス復縁っていうカードも出てるので、一度離れてしまった方もいると思うんですね。そこには理由があった、またお互いそれぞれ考えなければいけないようなことがあったとか、気持ちのリセット、環境のリセットが必要だったってことをそれぞれの本心で出てきているので、何か事情がある。あとは2人がこうやって思い合っていることにお互い気づく、認める、2人で一緒にいることを決意する、決める、ここがポイントです。そのために時間かけてきて取り組んできたし、仲良くしようってお互い歩み寄ってきたし、あとは形にするだけなんじゃないっていうことなんですよね。一度離れてしまったとか何かあったとしても、また再びこうやってお互い近づいていくためにそれを決意するっていうことですね。そのために環境を整えたいとか気持ちのリセットしたいってことがそれぞれ入っているので、お互いまた近づいていくために今環境の整理や気持ちの整理っていうのをしている最中なのかなと思います。これは運命なんだってことをお互い受け入れた時に、この本当の運命の輪が回り始めていくだろう。そしてアドバイスカードはストレングス、力のカードです。忍耐が必要になるだろう。これはお互いがこの運命の相手だっていうのを気がつくまでとか、決意するまで、何があっても2人はずっと一緒にいるんだとか、愛し抜いていくんだってことを決意するまでに時間がかかるかもしれない、さまざまな困難があるかもしれない。それを2人で粘り強く取り組んでいって掴み取っていく心の強さこそが、全てこれは運命を掴み取っていくための力になっていくんだっていうことをアドバイスとして伝えてきてくれています。今まで2人が積み重ねてきたものもちゃんとあるんじゃないかなと思うので、それを実感していきながら、あとお相手からの動きを受け取って、そしてあなたの方もすっきりとした気持ちで迎えられるものもあると思うんですね。ポイントは2人が決意すること、一緒にいることを2人で納得して決めていくこと、そしてお相手の本心もね、手放すものがあるよっていうこと、手放したんだ、だから自分は動けるようになったんだ、わだかまりがあったとか、自分の環境のことかもしれないんですよね。もう話したくない、手放せないものがあったとか、そこから独立するっていう本心っていうのがあるので、お相手の環境や気持ちが変わるような出来事があったんじゃないかなとも思います。だからこそ2人でまたこうやって近づいていく時がやってくるんだと。あとはここですね、ここをちゃんと受け入れていけるかどうか、取り組んでいけるかどうか、寄り添い続けていけるかどうかっていうのが大きなポイントアドバイスでした。ではそしてお相手からの最後ね、メッセージとしてカードをもらっていきましょう。お相手が今あなたに伝えたいことをもらっていきます。まずこちらの言霊開花カードから2枚カードをもらっていくことと、あとクリスタルカードからももらっていきます。はい、お相手からのメッセージとしてお受け取りください。あとはこちらのクリスタルカードですね。はい、こちらでもらっていきます。では早速見ていきましょう。お相手からのメッセージです。
はい、このカードと、あとこちらのクリスタルカードですね。はい、グリーンアポフィライト、本当の自分に気づく。まずは1枚ずつ読み上げていきましょう。全身に意識を向けてみましょう。何か聞こえてきますか？お金を大切に使えていますか？幸せに使ったお金は戻ってきます。お相手戻ってくるんじゃないかなと思います。これお金のカードで入ってるんですけど、戻ってくるっていうメッセージを強く感じたので、あなたが大切に育んできたもの、幸せのために使ったものっていうのは返ってくる。お相手のことをすごく大切に思っていたんじゃないかな、思っているんじゃないかなと思います。そしてまた戻ってくるよってお相手が言ってきてくれてるのと、そのために今あなたの心、体、魂を集中して研ぎ澄ませてください。聞こえるはずです。届いてくるはずです。お相手からのサイン、お相手からのメッセージ、これが今あなたに届けられる時がやってくる。感じてください。聞こえてきますか？なのでお相手からの一報が入ってくるのではないかなと思いますね。それは元気っていう連絡かもしれないし、何してるかもしれないし、中には今度会わないとかデートしないとかね、会いたいと思ってるんだっていうことをお相手の声直接聞く、届いてくるのかもしれないですね。お相手が今伝えたいことっていうのは、意識を向けて、今私が戻ってくるっていうことだ。そしてあとこちらですね、こちらからメッセージをもらっていきます。本当の自分に気づく。こちらのカードのメッセージは癒し、洞察力、そして直感力を表します。何かがうまくいっていないと感じることはありませんか？そういう時はちょっと立ち止まって深呼吸をしてみてください。深く息を吸うたびに新鮮な空気が体内にもたらされ、吐く息とともに不安な思いが吐き出されていきます。そして次第に自分自身の本当の気持ちが明らかになります。やるべきだと頭で考えていることと、やりたいと心が感じていることの違いが深呼吸を通じてはっきりと分かってきます。したくないことが明確になったり、本当の気持ちに気づくと、しばらくの間、現実と本当の自分とのギャップに戸惑うかもしれません。しかし、大きな流れで見ると、心に正直に生きる方が人生がよりスムーズになっていきます。自分らしくあればあるほど、たくさんのチャンスが人生にもたらされます。今、このお相手は本当の自分になる時がやってきています。本当の自分の気持ちや自分のいるべき場所、自分の居場所に気づくことができる。そして自分の心のままに従って動く。まさにカップのエース、自分の感情に気づいてソードのないと行動に移す。こうじゃなかった。ギャップに感じる、現実と心のギャップに感じ手放すことによって自分らしくいられることに、ここにね、本当の自分はここにいるんだってことに気がついて、そして動いてくるだろうと、それをあなたに今伝えたいってことですね。お相手からのメッセージだから、今やっと自分の気持ちね、本心に気がつくことができた。そしていろいろ悩むこともあったんだけれども、自分の心の通りに動いてみようと思って、今あなたのところに戻っていくよっていうお相手のメッセージです。そしてお選びいただいたオラクルカードからあなたに向けた好転メッセージをお届けしていきます。こちらはプロテクション、守るっていうカード、保護のカードです。嵐の向こう側というメッセージ。すべての嵐、困難なことの向こう側には澄んだ空があります。太陽はまた輝いていきますので、恐れずに前を見て乗り越えていきましょう。その時その時の中に愛は存在しています。より良い未来のために時が流れていると信じましょう。このメッセージをぜひお受け取りください。嵐があっても、困難なことがあっても、その先には澄んだ空、太陽が輝いています。だから困難を恐れずに乗り越えましょう。信じていきましょう。そんなメッセージです。今回は年下のお相手との恋の行方、あの人は動いてきますか？あの人の伝えたいメッセージについてお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。
それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下のお相手との恋の行方。あの人は動いてきてくれますか？あの人が伝えたいことについてお届けしていきます。よろしくお願いします。まずはシャドウキャットとタロットカードを使ってお互いの今の状況、本音、本心、そして障害になっているもの、お相手が動いてきてくれるのかっていうところを出していきます。はい、ではカードを出しました。こちらが今のあなたの状況、お相手の状況、2人の関係性、そして本音、本心、こちらが今の課題点、そしてここのカードがお相手が動いてくるかどうか、そしてアドバイスカードです。アドバイスカード、ジャッジメントですね。ジャッジメントは良いお知らせ、または復活、再チャンスを表しています。まずお互いの状況、関係性から見ていきましょう。このあたりを見ていると、そのお互いの中で今ギクシャクしているというか、そうですね、問題があってそれをなんとか解決しようとしていたり、どうにかならないかなって思ってるものがあるんじゃないかなと思います。ギクシャクしている2人っていうのも感じるんですけど、そうですね、それぞれが問題に対して取り組んでいるっていうのも感じられますね。あなたの方が危険を逃れる、何か危ないことがあってそれから逃れようとしている、何か守るためにあなたがその場所から遠のくような、そんなイメージが入ってきます。周りに振り回されたくないとか、揉め事に巻き込まれたくないとか、これ以上悪化することのないようにあなたがこの難から逃れようとしているっていう、今そうしたいんだっていう状況やお気持ちっていうのが出てきています。お相手の方も迷路を抜けるっていうカードがあって、そしてこちらね、課題点のところもそうなんですけど、まず問題解決するよっていうのがお相手の方で入ってくるんですよね。この方が問題を解決するから、今自分はそこの問題から抜けて解決の方へ向かっていますっていうのが出ています。あなたは問題から身を遠ざけるというか、自分の安全のために今違う場所へ行こうとしていて、お相手はその問題を自分の力で解決、自分の力または助けが入ったのかもしれないですよね。協力者がいて、この協力のもと問題を解決することができたんだっていうのが入ってきています。あなたの本心でもデスのカードが入っているので、危険を知らせてきています。これ以上悪化したくないとか、停止するようなことをしたくない、ストップをかけたくないけどストップせざるを得ないようなことがある。それは人脈かな、人の流れ、対人関係のもつれとか、そこに対して止まってしまう、停滞してしまうんだけど、一回それを受け入れて、その後じゃあ自分でどうすればいいのかなとか対策を考えていると思います。このそうですね、対人関係だと思うんですけど、何人か人の争いとか行き来があって、これらから自分の身を守るためには自分の環境を一旦リセットする必要があるとか、自分たちの関係性や環境を整える必要があるなっていうのをあなたは感じています。一度見直しをかけたいと。で、お互いの身の安全の確保をしたい。そしてお相手も同時に問題解決っていうのが出てるので、2人にとっての共通した問題なのではないかと思うんですね。それは自分たち以外の誰かが関わるようなことだと思います。あの人がこう言ったからとか、自分たちがああ言ったからこう言ったからっていうことで揉めたのかもしれないし、何かね、角の立つようなことや心がね、切り刻まれるように痛いようなことが今のお二人の間に問題
題としてあるのかなと思います。その問題の芽を摘み取ったのがお相手です。じゃあこの後ね、2人の関係ってどうなっていくのとか、どこに問題があるのっていうところを深く見ていきましょう。お相手の本心として、まず急いで何とかしなきゃいけなかったんだっていうのが入ってくるんですね。この問題解決のために自分は急いで取り掛かったんですって、それぐらい休養を要することで大事なことだった。それはここね、教皇のカードで誰かの力を借りて、それをしてでもね乗り越えることだった、優先させたいことだったんだってことを言ってるのかもしれないし、それはある意味自分の関係性や立場っていうところを乗り越えてでも何とかしようと思ったんだってことを伝えてきてくれてるのだと思います。はい。そしてじゃあそのお相手って動くのって言ったら、カップの9なので動いてくると思います。しかし補足のカードにためらいのカードが入っているので、お互いの様子を見て、そしてお互いの願望成就のために、お互いが一緒にいられるために、ここから近づいていくのではないかなと思うんですね。すぐにパッと移っていく、願望のために動いていくというよりは、一旦距離を空けるとか、ある一定の距離のまま、距離を置いたまま様子を見て、ことが落ち着いてもう大丈夫だよって安全確認できたら、やっと一緒にいられるねっていうようなことだと思うんですね。だから少し待ってねっていうようなことがメッセージとして伝わってきます。お互いの環境を整えるとか、今取り組んでいる問題がきちんと解決されたらちゃんと摘み取っていきますからって、ちゃんとどこに問題があったのか目を向けて逃げずに立ち向かい解決していくので、それは急いでやっていくから、その問題が解決されてしばらく時間を置いて、お互い本当に大丈夫だよねっていうのが確信できたら、改めて一緒になろうよとか、お相手の方から嬉しい言葉がかけられてくるのではないかな。自分の願望を叶えるために急いで問題を何とかしようっていう思っているお相手がいる。この問題はあなたも関わってくることで、あなたも何のことか察しているところがあるんじゃないかなと思います。そしてじゃあこの2人を取り巻く障害っていうところに関して、やはり人の存在っていうのが入ってくるかなと思います。女性、カップのクイーンなので女性が絡んでくるのかなっていうのも一部の方ではね当てはまるかもしれません。あとその他で言えば、そうですね、お互いの気持ち、感情、寄り添う心っていうところに対して違和感を抱いていた、喧嘩してしまって心が揺らいだとか悲しい思いしたよっていうの、そういう風にね読むこともできます。ここ対立を表すカードが2人の関係値のところに出てきているので、言い争いや対立をしてしまったことによって傷ついたことがあった、それを解決するためにお相手の方で動いていった。この傷を癒し合うことによって、初めは少し距離があるんだけど徐々に縮まっていって、仲直りっていうようなこともね、もちろん十分に感じられますし、また誰かとの争いで女性が絡んでくる方って、該当する方はここをお相手が問題解決へ向けて取り組んでいくので、例えばね、あなたの方で誤解しちゃったとか、他に好きな人がいるんじゃないかとか、あの人と仲いいけどどうなってるんだろうってことに対してお相手がきっちりと否定してくれるとか、会社の付き合いだから、ある程度は仕方ないんだけど、でも恋愛関係とかじゃないんだよ、恋愛感情ないんだよってことではっきりと示してくれたりとか、あなたの話を聞いてこう思ってるんだっていうふうにあなたが感情的にぶつけてしまったとしても、それを受け止めて、じゃあ問題を解決するために自分は急いで取り掛かっていくよっていうようなお相手だと思います。いずれにしろこの問題、その人が絡む絡まない関係なくね、あなたの不安な気持ちを取り除くようにお相手が頑張ってくれると思うし、あなたも自分の中で今自分の毒を出すというか、デトックスするというかね、
危険なものをちゃんと守る、危険なものから身を守るというかね、そういうことを今自分の中でも感じていることがあるんじゃないかな。守りたい、ネガティブな気持ちから自分を守りたいのかもしれないし、環境ですよね、状況とか関係性とか、ここから身の安全を図りたいってことを考えていると思う。そのために自分の環境も変えなきゃなってことを感じていると思います。アドバイスカードはジャッジメントです。またもう一度再びチャンスは訪れるとか、あなたにとって良い結果が訪れる。そのために余分なものを削ぎ落とす必要があるかもしれない。刷新を表しているので、より良い関係性になっていくために余分なものを落としていく作業が必要になってくるかもしれませんねっていうメッセージです。あなたの中にも抱え込んでいるものや、もうそろそろ変えなきゃいけないもの、一旦ストップして乗り越えていかなければいけないもの、感じていることがあるのではないでしょうか。それらを乗り越えて、また再び巡り合うというか、再び仲直りするとか、また仲良くなるとか、ご縁が近づいていくとか、また2人の気持ちを確かめ合うような流れになっていくと思うし、お相手の方もね、そのようにあなたの気持ちを満たすことをしてくれるようなこと、動きがあると思いますから、そのね、お相手がちょっと時間がかかるかもしれないけど、満たすような時間を必ず持つからっていうメッセージが入っているので、ここをぜひね、お受け取りください。ではオラクルカードから最後にお相手があなたに伝えたいメッセージをもらっていきます。まず言霊開花カードから2枚メッセージをもらっていって、クリスタルカードから1枚カードをもらって、合計3枚でお相手が今あなたに伝えたいことをもらっていきます。このカードもらっていきましょう。ペリドットのカードです。新たな風が吹く。そしてメッセージもね、もらっていきましょう。お相手からのメッセージです。内なる美しさを目覚めさせる。あなたの美しさは唯一無二。あなたは唯一無二の存在だ。そして、サンシャインヒーリング。空を見て。太陽の光が悩みを吹き飛ばしてくれる。悩みはいずれ吹き飛ばす。自分、僕、私が吹き飛ばしていくから、だから待っていてほしい。癒したい、あなたを癒したい。そして逆にあなたの存在がこのお相手にとって癒しの存在である。だってあなたは唯一無二の存在だからってことをお相手は言いたい。だから他の誰でもないあなたなんだよ。あなたの輝き、ここに癒されてるし、自分もあなたを癒したいっていう気持ちがあるよ。そしてあとはクリスタルカード、こちらからメッセージももらっていきましょう。新たな風が吹く。カードのキーワードはポジティブなエネルギー、そして保護と洞察力です。新しい風が吹き、人生のステージが上がりつつあります。あなたやお相手の努力が実を結び、驚くほどの豊かさがもたらされます。昇進や新しい仕事の依頼、雑誌やテレビからの取材などがあるかもしれません。現実に訪れる変化に気遅れを感じたり、注目されることに緊張したり、自分にこなせるだろうかと悩むこともあるでしょう。このカードは豊かさを目の前にしたとき、あなたが感じる不安や抵抗を取り除いてくれるサポートをしてくれます。今まで通りベストを尽くすだけでいいのです。あらゆるレベルにおいての成功や豊かさを楽しんでください。あなたにふさわしいチャンスだからこそ現実になるのです。今自分たちは新しいステージを登ろうとしています。だから恐れたり緊張することなく、お相手があなたを支えたい、サポートしたい、この気持ちを受け取ってほしい。そして今2人が取り組んできたこと、努力してきたことが実を結ぶ時がやってくる。これが現実になっていくので、この豊かさを2人で味わおう。そんなお相手からのメッセージです。ではお選びいただいたこちらのカードからあなたへの好転メッセージとしてお届けしていきます。こちらはチョイス、選択を表します。そしてカードのメッセージは多くの真実です。何がよりあなたに充実を与えるのか、これを優先していきましょう。正しい、正しくない、間違っている、周りのことなどは考えることはありません。大切なのはその選択をすることによって
あなたが心から喜べるかどうかということです。あなたが愛するものを選ぶことによって自分自身に成功のチャンスを与えていきましょう。要は心です。あなたの心がイエスと言うかどうかなんです。周りや正しいとか正しくないとか世の中の掟というものを考える必要はありません。あなたの心が満たされる方に自分自身を選択して進めていきましょう。道を歩んでいきましょう。そんなメッセージをお受け取りください。今回は年下のお相手との恋の行方、あの人は動いてきてくれますか、そしてあの人の伝えたいことについてお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは年下のお相手との恋の行方、あの人は動いてきてくれますか、あの人が今伝えたいことについてお届けしていきます。よろしくお願いします。まずはシャドウキャット、そしてタロットカードを使ってお互いの現状や本心、そしてお相手が動いてきてくれるのかどうかについてカードを展開していきます。失礼しました。もう一度切り直して見ていきます。はい、それではカードを出したので見ていきます。この2枚があなたの今の現状、お気持ち、こちらがお相手側、ここが今のお二人の関係値を表しています。そしてここがそれぞれの本心、そして今ここが課題となっているところ、お相手からの動きあるのかどうか、そしてアドバイスカードです。で、今回3番をお選びいただいた方、お相手の、お気持ち、状況、本心ってところで、深掘りをしたので、シャドウキャットのカードかなり出しています。少し複雑だなと思いましたので深掘りでたくさん出していますね。で、見ていきましょう。まずあなたの方はお相手と一緒にいたい、近くにいたいっていうね、そばにいるよっていうカードが入ってるんです。たとえどんな環境にいても、苦しいことがあっても、そしてあなたとお相手は何かが違う、周りから見たら違うってなんか違いっていうのを感じるんですよね。年齢差かもしれないし、見た目の問題かもしれないし、中身とか職業柄とか何かの違いを感じる。何かが違っていても、それでも私はこの人と一緒にいたいんだ、近くにいたいんだって、たとえ周りからね違うよって言われたとしても、自分はそうしたいんだっていうお気持ちがとても強く入ってきます。でも触れてはいけないと、お相手に自分の中でセーブしてるところがある、我慢してるんじゃないかなと思いますね。本当は近くにいたいんだけどいられない現状だとか、自分のお気持ちをセーブしていたりとか、我慢してるなっていうのが伝わってきます。そしてお相手の方の現状を見ていくんですけど、お相手、ここワンドの5番も出ていますし、表面上ではここが強いんじゃないかなと思います。自分は今乗りませんよ、乗っていきませんよ、あなたのお声掛けに乗らないってことかもしれないし、周りに興味がないっていうことかもしれません。自分以外の誰とも絡む気がありません。なぜかというと、今ここですね、戦いとか抗争とか争いとか、周りとの対立といいますか、揉め事や競争ですね。誰が
勝つ負けるとか誰が一番とか、そういうことには今遠ざかりたい、恐れてるのかなと思います。いろんなことに揉まれたくないとか、世間の荒波とか周りの事情だったりとか、そうですね、周りの環境とかっていうところ、騒がしいところにあまりいたくないっていうのが入ってきます。だからお相手の方も何かあなたのことに対して話しかけるとかアプローチするとか告白してくるとか、乗り気ではないような今のお気持ち状況っていうのが出てきています。そしてお相手の本心見ていくと、ペンタクル4番なので、自分の中で譲れない、そうですね、信念というか考え、気持ちっていうのがあります。どうしてもここは守りたいんだ、守り抜きたいんだっていうことですね。じゃあそれってどこにあるのって言ったら、ここもね、無力感っていうカードが出ていて、やっぱりここ争っていますよね。この争いから少し引いたところにいたいんだっていう、これが多分強いんじゃないかなと思います。つまりは揉めたくないから離れたい、離れた場所にいたい、一人で考えたいとか一人になりたいっていうことかな。今気持ちが盛り上がっていないっていうことですね。何かについて好奇心で触れてみたいとか、近づいてみたい、仲良くなってみたいとか、何かに興味を示すというよりは、そこから一歩引いたところに自分がいたい、自分自身を守りたい、自分の立場を守りたいっていうことが強くね出てきてるのかなと思います。恐れてるんですよね。揉めたりとか争ったりとか、誰かと言い合いになったりとか、何かを出し抜いてまで自分から動こうっていう気力が今はないのかなっていうのが出てきています。そしてあなたの本心はカップのキングなので、やっぱりお相手を支えたいとか、何があっても近くにいたい、そばにいて支えてあげたい、優しくしてあげたい。でもそれができない現状っていうのを抱えてらっしゃるのかなと思います。2人の関係値って見ていくと、エンペラー、そして深掘りのカードで見落としていることがあるよっていう風にね出てきてるんですね。絶対的な存在とか絶対的な関係っていうのをここから感じます。この絶対的な存在のことで左右されている2人の関係性っていうように感じたんですよね。これはそうですね、2人の関係値かもしれない、決して変わることのない関係値とか、または絶対的な存在なので、2人を取り巻く、お互いが関係している誰かとか、どちらかにとってこの人だけは外せないとか、この人のことをどうしても考えてしまって前へ進めないとか、絶対的な存在っていうのを感じていて、ここを恐れるがあまりにお互いが動けていないとか、動かないようにしているとか、近くにいないように遠ざかっていこうっていうようなお相手のお気持ちっていうのも出てきています。これ以上悪いことになりたくないとか、変化がやってくるんだけれども、でもその変化を受け入れづらいとか、このままでいたい、このままでいたいというよりは、少しねこの揉め事から遠ざかりたいっていうお相手の気持ちっていうのが出ています。どうしてもこの争いっていうのが出てきていて、何があっても自分はあまり近くには行かないようにしようっていうふうにお相手が決めてるのかもしれない。でそしてこの絶対的な関係値を崩したくないとか、絶対的な存在に対して揉め事を起こしたくないっていうようなところがね出てきていますね。やっぱり現実を見れないとか、受け入れられない何かがあるっていうのを感じます。そして自分のことに集中したいっていうようなお相手のお気持ちっていうのもあるので、あなたもそれを悟っているかのように自分でブレーキをかけていて、今のお互いのバランスを保っているようにも感じます。そしてじゃあその障害となっているところっていうのを見ていきましょう。ソードのクイーンに考え直すっていうカードですね。まず原因としては、お互いの気持ちの度合いだったりとか、気持ちっていうのはどっちが好きとか好きじゃないとか、そこではなくて距離感の詰め方とか距離感の取り方の違いなのかもしれないですね。まだ大丈夫、今考え直して修正していきましょうっていうカードでもあるんですね。軌道修正のカードです。
何かが延期になるとか先延ばしになっていることがあるのかもしれません。お相手もねそこに取り掛かろうと今していないんですよね。これ以上揉めたくないからっていうことで保身になってるのかもしれないし、そうですね、見逃しがあるのかもしれない。あなたの方でもそれ以上ねお相手の方に進んでいけない、アプローチしていけない、勇気が出ないとか、自分自身でこれ以上悪くなりたくないから今のところで止めとこうかな、でも気持ちとしては一緒にいたいんだよっていうところが出てるんですね。このセーブかけている原因となるものに対して軌道修正しましょうっていう、カードが入ってきています。原因となるのは今の方向性の違いだったりモチベーションの違いかもしれませんね。まだ間に合うとか、何かをやめる必要がある、それを見極めるタイミングです。ここ今課題となっています。障害というより課題として捉えていただいた方がいいかもしれません。飛び乗るタイミングが今ではないとか、タイミングをしっかりつかむ、方向性をしっかりと定める、何かが間違っているのであればそれを正していく、切り離す必要も出てくるだろう。つまり切り離す覚悟、飛び移っていく覚悟も必要になってくるだろう。そのために周りの状況をしっかりと見て、今お互いの関係がどのような関係になっているのか、見落としがあるのかないのか、この先どうなっていくのか、読めているのかどうか、この風の流れはどう流れていくのかっていうのをしっかりと読み解いて、今自分がどうするべきかっていうのをしっかり先回りしていきましょう。そんなメッセージです。障害というか課題ですね。飛び乗っていく、飛び越えていく勇気があるのか、何かを決めて決断していく、人の話を聞いていくっていうのがこれからの課題となって入ってくるでしょう。今ね、そのお互い動き積極的にあるのかって言ったら、お互いが積極的ではない状態なんですね。じゃあこの後お相手から動きあるんですかって言ったら、ここから一転して今度はね明るいカードが入ってきてるんですね。じゃれ合い、遊びのお誘いがあるとか、あとジャッジメントのカードも入ってるので、もう一度やってくる。ジャッジメントは嬉しいお知らせとか再チャレンジ、復活などを表しています。または刷新なので、より良い関係性になっていくためにお相手の方から気持ちがここね変わるんじゃないかなと思うんですね。今まで引いていたところから今度は触れ合いに来てるんですよね。自分からあなたにお誘いするとか話しかける、もう一度話しかけてみようって思えるきっかけが生まれてくるんだと思います。それはここの課題をポイントとして押さえて乗り越えていけばっていうところだと思うんですね。ここをしっかり押さえていきましょう。そしてお相手ねジャッジメント出してるので、前にね仲良かっただけど今揉め事があって距離が空いちゃったっていう方に対しては、ここ復活として捉えていただくといいと思う。何も今揉め事もなくて、もともとね距離があるんですっていう方だとしたら、お相手の方からやってくるいいお知らせをあなたに届けるという意味で捉えていただくといいと思います。じゃれ合い、遊びに誘うとか一緒に楽しむっていうカードです。楽しいこともう一度やろうとかお誘いが入ってくるんじゃないかなと思います。なのでお相手の方で、じゃあ何の気持ちの変化があってここにたどり着くのかっていうところが知りたいんですよね。なのでこのお相手の気持ちの変化っていうところで1枚タロットカード出していこうと思います。刷新だからより良い関係性になっていこうって思う気持ちが盛り上がってくる何かがあるんだと思います。お相手の気持ちの変化ですね。今の現状、意識的に考えていることや本心と全く違うカードが出てきているので、どんな気持ちの変化があったのかなっていうのを見ていきましょう。お相手の気持ちの変化ですね。1枚、ソードのキング、自分で決めたから、決めて動こうって思ったからだ、迷いから抜けることができた、自分に自信を持つことができたとかですね。例えば今年下のお相手で見てるので、年齢差で気にしていて、そこからね乗り越えていく勇気が、飛び乗っていく勇気がなかったんだけど自分に自信がついたとか、年齢のことを気にしないで自分は自分のまま進んでいこうって思えるようになったからだとか、
何か自分の心に打ち勝つことができたからだ。そして動く準備ができた。今まで動けなかった、言えなかったとか、お互い隠していた本心っていうのも見えてきています。または争い事からその周りの状況を見てね、自分は動かない方がいいのかなって思っていたんだっていうのも入ってきていますね。かなりこの周りを気にしてるっていうのがお相手の今の現状本心ってところで出てきています。自分を守りたいとか、自分の立場を確立させておきたい、安心な場所にいたい、騒がしい争いとかバタバタしてるところから距離を置きたいっていうところが出てきています。これが落ち着いたらとか、あと落ち着かせるためにとか、自分に自信がついたら自分でしっかりと状況を見て判断できるようになって勇気を持って動いていこうって、こういう心境の変化があったから、あとは情報の整理がついたから、自分の中で何が正しくて何が正しくないとか、自分の中でね基準がしっかりと定まったから、ジャスティス、正義ですね、自分の中で正しさっていうものを身につけることができたから、ようやくそこで動き出そうと思ったんだっていうのが入ってきていますね。今までこの停止のカードが入ってる、ソードの4番でお休みのカードが入ってるので、お相手自身が、無気力のカードも入ってるのでね、気持ち的に今沈んでいたのかもしれないなっていうのはあります。何も興味を持てない、気力が出てこない、心の持ち上がりがなかなか見られない、止まっている、休んでいた、そんな状態から元気になる、回復するのかもしれません。体力的にも気持ち的にも気持ちを切り替えて回復して元気になって、そして自分の行く道っていうのが見えてきた。勇気を持って取り組んでいこう。そのことによってじゃあどういう動きを見せるのかって言ったら、ここですね。あなたに大きな動きを出していこうって思える、遊びに誘う、全く違いますよね。このお休み系のカードと違って動きのあるカードなんです。一緒に楽しいことしたいとか、嬉しい言葉をかけてきてくれるとか、または顔を合わせたら、いつもだったら挨拶してくれないんだけど今度から挨拶しようって動きを出してくれるとか、かなり大きな動きですね。お相手の中でも気持ちの大きな変化っていうのが出てくるんだと思います。迷っていたこととか止まっていたことから自分で動いてみようって、動こうって決めたからだっていうのが、ここの変化の流れですね。止まっていたものからこういうことがあって、そしてお誘いっていうところになっていくんだっていうお相手の気持ちの変化です。そしてここの最後のこの2枚がアドバイスカードです。あなたにとってのアドバイス、楽観的にっていう、ポジティブに捉えてくださいって。物事は今は無の状態かもしれない、それはお相手の状態かもしれないし、2人の状態かもしれない、今ゼロの状態かもしれないけど、0から1を作り出していきましょう。工夫してください。アイディアを凝らせば見えてくるはずです。そばにいたいっていう気持ちを大事に持ちながら、じゃあどうすればそれを現実に持っていけるだろうかっていうところに目を向けてください。あなたにはもうやれる力は持っています。あとはそれをどう表現するかです。マイナスに捉えすぎないでください。自分を抑えすぎないでください。お相手に自分の腹の内を見せる、お腹を見せていますよね。素直な気持ちを表現してもいいでしょう。ずっと抑えていましたね、ここね。何かとの違いについてのバランスをとっていたのかもしれないし、何かとの違いについて悩み動けないでいたのかもしれません。もうそれらを考えることなく前向きに捉えて、そして自由に自分を表現して素直に表現していくようなこと、あなたはできるはずです。これから先の道を歩んでいくために、もうすでに見えている道を、あとはあなたが一歩踏み出すかどうかっていうことがここのアドバイスとして入っています。動き出す力は持ってるし、どう未来を進んでいけばいいのかっていうのはもう見えているし、お相手に対して変わらない気持ちっていうのは持っているので、あとはそれを行動に移すかどうかだよっていうアドバイスカードでした。では、そうですね、お相手が今あなたに伝えたいメッセージとして、まず言霊開花カードから2枚カードをもらっていった後に、クリスタルカードから1枚カードをもらって、合計3枚のカードでお相手が今あなたに伝えたいことをお伝えしていきます。はい、こちらの2枚と、あ
とはこちらのクリスタルカードからもらっていきます。お相手が今あなたに伝えたいことです。つまりはその抗争、争い、いろんな意見が行き来してる中、自分の中の道を決めるっていうお相手の流れですね。中には途中で諦めかけていた過去があったお相手もいるかもしれない。あなたとの仲を前進させていくのを途中で諦めた。で、今無力感になっていて、でももう一度頑張ろうって思えたっていうようなね、流れになっているお相手もいるかもしれないですね。ではお相手からのメッセージをもらっていきましょう。答えはもうすでに持っている。多分このお相手の中にもうどうすればいいかっていう答えがあるし、そして世界に目を向ける、外の世界に目を向けていくと、今まで見えてこなかった景色が見えてくる。そのことによってもう答えを確信することができる。悩みとか迷いとかから抜け出して何かを決断する、決めるとか、あとは視野が狭くなっていたんだけれども、外の世界に目を向ける気力がなかったから、パッと外を見た瞬間に何か気づきを得られるのかもしれません。このお相手がしっかりと答えを持ってあなたの元へやってくるっていうことを伝えたい。今はどちらかというとそっとしといてほしいっていうのが伝わってくるんですね。今自分の中で解決することや答えを出すことっていうのがあるから、どちらかというと一人になりたいとか自分の中で考えたいっていうようなところなので、だからあなたもそれを察していてそばにいたいっていう気持ちを抑えてるんじゃないかなと思うんですけど、このお相手の中でいずれ外の景色、視野が広がるような出来事、気持ちの切り替えっていうのが行われてくると思うので、もうこのお相手の中でね決まってるんですよね、答えって。じゃあ何をさらに伝えたいのかっていうのをこちらのクリスタルカードからもらっていきましょう。心の奥にある願望を現実化させていくオベリスクォーツ、このカードからのメッセージですね。お相手の心の中にある願いを現実にしていきたい、そんなメッセージです。キーワードはヒーリング、癒しですね。強力な浄化、そしてカルマの解消というキーワードが入っています。このカードが放つ光のシャワーは心の奥で眠っていた情熱を目覚めさせ、お相手自身を突き動かしていきます。どんな時もお相手が力を発揮できるようサポートしてくれます。そして思いついているアイディアやキャッチしている感覚に自信を持っていくようになるでしょう。お相手が大きな一歩を踏み出すことに恐れが今持っているとするなら、小さな一歩からお相手は動き出していくでしょう。そしてヒントを持っていそうな人にお相手が自ら尋ねてみる、本や資料から情報を得るなどできることをお相手はやっていくと思います。その小さな一歩こそ新たな世界を大きく開く鍵となっていきます。たとえ過去に同じようなことで失敗していたとしても、お相手は学び、そしてあなたも学び、お互い進化しているのです。そしてもう間もなくです。お二人の大切な思いが現実となるのはもう間もなくです。大丈夫、すべてうまくいきます。こちらのクリスタルはクリアクォーツを表しています。願いが現実になるというカードですね。お相手のお気持ちがはっきりとクリアになって、そして情熱を目覚めさせて現実化へ向かっていくっていう、これが今お相手がね伝えたいことだよっていうことなので、今答えっていうのに気づくことが出てくるだろう。お相手の心の変化ですね。動かなかったことを自分で動かしていこうっていう風になっていく。だから待っていてほしい。それまでね苦しいことや、そして何度か失敗したこととかもあるんだけれども、それらを全て乗り越えて現実化へ向かっていくぞと、そんなメッセージでした。そしてお選びいただいたこちらのオラクルカードからあなたへの好転メッセージとしてお届けしていきます。こちらはセークレットアース、神聖な地球です。カードのメッセージは健康と活力を表しています。地球とつながり、癒しとインスピレーションを見つけましょう。自然の癒しのエネルギーはあなたに心の平和をもたらし、心、体、感情のバランスをとります。屋外でもまた屋内でも目を閉じて自然を感じましょう。外に出て自然に触れることもいいでしょう。
外に出るのが難しかったら、室内で目を閉じて自然のエネルギーをイメージして感じ取りましょう。今あなたには癒しとインスピレーション、ひらめきが必要な時です。まずは心と体をゆっくりと癒して、そしてその後にゆっくりリラックスしたら、受け取るもの、自然のエネルギーを受け取って、そして活力として動き出していきましょうというメッセージでした。今回は年下のお相手との恋の行方、あの人は動いてきてくれますか？そしてあの人が今伝えたいことについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。年下のお相手との恋の行方について見ていきました。お相手の方からどんな動きがあるのか、そしてお相手が今伝えたいことについてお届けしていきました。では今回のアフタートークプチ3択占いは、この2種類のオラクルカードを使って共通メッセージをお届けしていこうと思います。3択占いではなくて共通メッセージです。そしてこちらのクリスタルカードからラッキーカラーを今回共通でもらっていきましょう。各選択肢のリーディングではカラーは取っていかなかったんですが、この、アフタートークの共通メッセージではラッキーカラーも取り入れていきます。そして、数字も入っているのでラッキーナンバーも取り入れていきましょう。今のあなたにお届けするメッセージとしてお受け取りください。そしてこちらの言霊開花カードからも1枚カードをもらって、これも数字が入っているのでラッキーナンバーとして取り入れていきましょう。はい、この2枚で共通メッセージもらっていきます。はい、見ていきますね。モリオン、最高の自分。そして素晴らしい。あなたはどこにだって行けます。自由です。身軽です。おしゃれをして出かけましょう。これはもう現実的に外に出て行きましょうってことも同じことを言えてると思うし、自分の心をオープンにして思うがままに歩んでいきましょうっていうこと、未来に向かって進んでいきましょうっていうこともメッセージとして入ってるんじゃないかなと思います。どこにだって行ける。自分の行きたい方へ行こう。セーブしなくてもいい。我慢しなくてもいいんだよっていうことですね。そしてこちらの最高の自分です。こちらカードのキーワードはグランディング、集中、そして浄化です。浄化が必要な時なのかもしれません。浄化はいつもお伝えしていることなんですが、自分自身の中でこれだと思う浄化をぜひやってみてください。お部屋のお掃除や食べ物ね、自分の体に取り入れるものを一度見直してみることもいいですし、あとお水を使って身を清める、手を洗うとかうがいをするとか半身浴をするっていうこともいいと思いますし、自然に触れるっていうことも浄化になっていきます。それぞれ取り入れてみてください。そしてカードからのメッセージをお届けしていきます。ラッキーカラーはこちらは黒もしくは焦げ茶色です。このカードは自分の中にいる最高の自分を思い出すようにと伝えています。できていない自分やダメな自分に意識が向いてしまうとき、今までの自分のあり方に自信が持てなくなってしまうことがあるかもしれません。しかしそれは次なるステージに向けて進み出しているサインです。過去にうまくいった体験を思い出したり、成功している自分を想像してセルフイメージを高めてください。自己否定や不満を口にすることは控え、成功している自分だったらどんな言葉を発し、どんな生活をしているかを想像し、少しずつでも近づけてみましょう。あなたはこの世でたった一人の素晴らしい存在です。どんな時も最高の自分であることを忘れないでください。いつだってあなた自身は最高の自分なんです。このカードからのメッセージもぜひお受け取りください。加えてどこにだって自分の足で向かっていけるんだよ、自分の意思で向かっていけるんだよっていうメッセージもお受け取りください。ラッキーナンバーは38と1です。この2つの数字もぜひお受け取りください。今回は共通メッセージとして今のあなたにお届けするメッセージをお届けしていきました。これからも様々なリーディング動画を投稿していきます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。